皆さんこんにちは。今日は働く時の気持ちを変えれば世界中が笑顔になるというお話をさせてください。ちょっと怪しい話だと思われるかもしれないですけど、すごく簡単な話なので気楽に聞いてください。私はですね、今から13年前、西暦2000年に起業しました。その当時考えていたのはですね、今は物がたくさん溢れているので、これ以上物を作るのではなくて、あらゆるものをですね、人間中心にもう一回作り変えて品質を改善していくべきだというふうに考えました。で、最初ですね、2000年の当時ってすごくインターネットが盛り上がってたので、とは言ってもですね、インターネットすごく使いづらいものが多かったです。なので、インターネットの世界を使いやすくするという仕事を始めました。で、ただですね、今まで山あり谷ありやってきたんですけれども、その仕事とは関係なくですね、そもそも働くとは何かっていうのを考えないといけないシーンというのにたくさん出会いました。で、ちょっとその一つなんですけれども、一例をお話しさせてください。どんな事例かっていうとですね、ある証券会社さんのプロジェクトです。で、聞いたんですね、この商品の強みって何ですか、ウェブサイトで見せる商品の強みって何ですかっていうのを聞いたらですね、お答えいただいたのが、いや、正直言うとこの商品に強みはないですって言われてですね、そうですか。で、もっと正直に言うと、絶対両親には売りたくない商品なんだよねって言われたんですね。それをあの手この手でなんとかお客様に売るんだよって言われて、いやそうなんですかみたいなですね。で、私が思ったのは、仕事だから仕方ないのかな、でも仕事だったら理不尽なことをしてもいいのかなっていうのは、どうしてもやっぱ仕事とは何かっていうのを考えざるを得ない状況というのになりました。皆さんですね、仕事って何だと思われますか？仕事の目的は何ですか？で、ちょっとごめんなさいね、スライドが出てますかね。仕事の目的、どういうふうに皆さん考えられますか？私はですね、いろいろあると思います。例えば、食べるためには働かないといけないよねとかですね、人生充実させたいので成長の機会だよとか、いろいろ多分いろんなことを捉えられると思います。で、ただ一つだけ事実としてあるのが、皆さん多くの時間をやっぱり仕事に費やされるっていうのは間違いないと思います。で、私には兄が2人いました。で、1人は4歳の時、もう1人は28歳の時に亡くなりました。で、それを通じて思ったのはですね、思ったよりも人生は長くないかもしれない。なので、限りある人生どういうふうに生きていくのかっていうのを考えた時に、仕事っていうのはどうしてもやっぱり長い時間を使うので、その仕事が有意義で幸せになれるものだったらいいなっていうふうに思いました。そしたら理想的だと。皆さんもそう思われますよね。仕事はどちらかといえば幸せになれる仕事の方がいいなというふうに考えられると思います。で、幸せになれる仕事をするときに、まず考えないといけないのはですね、そもそも幸せとは何かですね。で、その幸せとは何かっていうのを定義する上でですね、ちょっと祖父の話をさせてください。祖父は公務員だったんですけれども、46歳の時に起業しました。で、種とか苗とか農薬を販売する小売業を始めたんですね。で、私が高校3年生の時に祖父は89歳でした。で、ふるさとを離れるので、もう祖父とそんなに長く話すことはないだろうと思ってですね、それまで聞きたかったことを1個聞いてみたんですね。明治時代から生きてきて、これまで一番面白かったこと何？いつが一番楽しかったっていうのを聞いてみました。で、答えたのがですね、って考えた上で言ったのがですね、今が最高に楽しいって言ったんですね。ちょっと待ってよと。89歳で今が最高に楽しいの？なんでそんなに楽しいのっていうのを聞いたんですね。そうしたら、仕事できてるのが最高なんだよって言ったんですね。で、高校生の僕にとってその仕事って大変なことなので、あんまりやりたいことじゃないよなと思ってたんですけど、なんか楽しいって言ってるので、いや、なんで楽しいのって聞いたんですね。そうしたら、自分は農家の方の相談に乗ってますと。今年はどういうトマトを作ればいいかな、今年はどういうキュウリを作ればいいかな。で、そうするとですね、収穫の頃に美味しいのできたよって持ってきてくれると。で、それが最高に嬉しいんだっていうことを言っていました。役に立っている実感、それが自分の人生を最高に楽しくしているっていうことを言っていました。で、翻って私はですね、真逆の体験があります。起業する前に最初に勤めた会社なんですけれども、正直なこと言うとインチキな仕事をしていました。で、あんまりですね、役に立とうっていう方向、自分の問題かもしれないんですけれども、役に立とうっていう感覚は全然なかったです。で、むしろどうやればクライアントさんからお金をむしり取れるかっていうことを
考えていました。そうするとですね、働く意義なんて全く見出せないので、毎日穴を掘ってはですね埋める、穴を掘っては埋めるで、どんどん生きる意欲を失っていくんですね。でそれと同時にお金も全然なかったので、栄養失調で倒れました。で救急車で運ばれて、でベッドの中で考えたのはですね、思ってる以上に食べれないの結構辛いなと思ったのと、もう一つですね、なんか人の役に立たずに俺このまま死んでいくかもなっていう絶望感を覚えました。でなので思ったのはですね、誰かに役に立つことが幸せなんじゃないかな、幸せの定義ってこういうことなんじゃないかなっていうふうに実感をしました。でただなんか僕の実体験だけですね、皆さんに幸せとはこうですっていうのもちょっとおこがましいので、いろんな文献を読み漁ったんですね。で例えば最新の脳神経学ですとか行動分析学ですとか心理学、いろいろ漁っていくと分かることがあります。それはほとんどの結論が同様です。人の役に立つことが自分の幸せを形成しているっていうふうに定義をされています。その中でも明確に言い切っているのがですね、アレフレッド・アトラーという方です。この方は人間の幸せを最大限構築しているのはですね、貢献している実感だというふうに定義されています。で、自分の実体験でもそうですし、その学術的な研究結果を加味してみてもですね、結論付けてもいいんじゃないかと。幸せとは誰かの役に立つことであると。でですね、そうすると役に立つ仕事っていうのが、もしかしたら幸せになれる仕事ってそういうことじゃないのと、貢献できる仕事、貢献する仕事っていうのが、幸せになる仕事じゃないかっていうふうに言えると思います。なので私自身振り返ってみても、個人として一番嬉しかった仕事って何かっていうとですね、大変な仕事プロジェクトをやった後にクライアントのご自宅に招いていただいてですね、いや本当に今回のプロジェクト大変だったけどよくやってくれた、助かったよ、ありがとうって言われた時の喜びはですね、たくさん売り上げを上げた時ももちろん嬉しいんですけど、それ以上にやっぱり全然次元の違う喜びというものがありました。で、そんな中でですね、皆さん思われると思うんですね、それ役に立った方がいいよ、でも反対に役に立たない仕事なんてあるのって考えられる方もいらっしゃると思います。いやそもそも売り上げが立った時点でニーズがあって買ってる人がいるんだから、それはもうなんていうか、売り上げがあれば社会的に意義があるっていうふうに言えますよねって、すごくよくある議論なんですね。なので売り上げを追求していれば世の中はどんどん良くなっていく、それが資本主義を形成しているというふうに思います。ただ私自身感じているのはですね、売り上げには2種類あります。それは笑顔の売り上げですね。お客さんが喜んで本当よかった、買ってよかった、ありがとうって言って払ってくださるのと、いや正直本当は払いたくないけど我慢して払うよっていう憤りの売り上げですね。でこの2種類あるので、その純粋に売り上げだけ追っていけばいいかっていうと全然そんなことはないというふうに思います。なので憤りの売り上げっていうのを考えた時にですね、自分自身にも思い当たる節はあります。で憤りの売り上げの体験なんですけれども、私はですね、起業してから長い間営業責任者を務めていました。である日大きなプロジェクトを獲得できそうだったので、そう意気揚々と嬉しくて会社に帰ってですね、みんなを集めてこんなプロジェクト獲得できそうだよっていうのを話したんですね。そしたら共同経営者が疑問を呈しましたと。おい遠藤と、こんなプロジェクト本当に獲得するのかと。でなんでですかって言うとですね、いやこのプロジェクト詐欺じゃないかと。金融商品を何も考えずにユーザーが申し込んじゃうウェブサイトを設計するってどう考えても詐欺だろうと。なのでそんなプロジェクトやっちゃダメじゃないのと、誰かの役に立たないじゃんと。で貢献しない仕事なんかしても意味ないんじゃないのっていうのを言ってきました。でちょっと待ってくださいと。僕は営業責任者なのでどうしても売上目標は達成したいです。なのであの手この手で説得を試みたんですけれども、いろいろ言うのはお前は分かると。でもちょっと考えてくれと。一緒に働いている仲間たちがどういう気持ちで働いていて、何を目的に働いているのかをしっかり考えた上で結論付けるんだったら従ってやるよっていうのをですね言われましたと。で、結論としては断りました。でただ売上目標と役に立つことっていうのを天秤にかけた時に、本当にですね役に立つことを選ぶっていうのはかなり難しいなんていうかですね意思決定です。で私は聖人君主ではないので今でも葛藤があります。でただですね、立ち止まって何のために生きてるんだろうっていうのを考えると、やっぱり幸せになりたいって思うので、そうすると先ほどの定義に帰ってみても役に立つことが幸せになるっていうのが明確であれば、役に立つ以外の選択肢はないですよね。なので、役に立ってつって意思決定を自分自身もしました。そうすると全然生き方が変わってきます。仕事はすごく楽しくなります。でただですね、仕事は大変になるんですね。やること増えます。断ることも増えるので仕事は増えていきます。ただあんまり苦にならないのと、
心持ちを変えるだけでこんなにもその感じ方というか生き方が変わるんだなっていうのを、大きく実感することができます。でもう一つ、実はですね、役に立つために仕事を始めてから起こった大きな変化があるんですね。それは想定しなかった変化なんですけれども、その話をさせてください。私は雑誌が好きなのでよく雑誌を読みます。で、一つすごく興味深い記事を最近読みました。でそれはどういうものかっていうとですね、17歳の少年が少年院にいます。で彼になんで罪を犯すようになったのっていうのを聞いている記事です。そこに書かれていたのが、小さい頃、小学生の頃にお父さんと手をつないでタバコ屋に行きました。でお父さんが5000円札でタバコを1個買いました。でお釣りを9800円もらいましたと。だからおかしいなと思って歩いていった時に、やっぱりおかしいと思ったのでお父さんに言ったんですね。お釣りもらいすぎだから返しに行こうよって言ったんですね。そしたらお父さん怒り出しましたと。間違えたやつが悪いんだから返す必要はないと。お前何言ってんだ、バカじゃないかっていうのを怒りました。で父は一部上場企業に勤める部長です。自分は偉いって毎日言っています。でその彼がインチキするのは当たり前だって言ったので、僕はインチキをして生きていこうってその時に決めましたっていうのを言ってるんですね。本当ですかって思ったんですけど、でそれがあまりにも心に残ったので家に帰って妻に話したんですね。でこんな記事読んだよって言ってですね、で大の大人がお金をちょろまかすなんてありえないよねって言ったんですね。そしたら妻がですね、唖然としてですね、何言っちゃってんのと、本当にそんなこと言ってんのと、あなた自分が10年前にやったこと覚えてないのって言って、ってですね思い出しましたと。で真っ青になったんですけど、何を思い出したかというとですね、全く同じことはですね、2人で海外旅行に行って、で海外の地でですねお金を払った時にたくさんお釣りをもらって歩き始めたんですね。で妻が気づいて、これ返しに行こうって言ったらですね、ちょっと何言ってんのと、間違えた人悪いなら返さなくていい、俺同じこと言ったってですね思いました。でただその時ですね、すごい険悪な雰囲気になったんですけどでちょっとやばいなと思ったんですけど、でも本当に 100% 忘れてたんですね。であと全く悪気はなくて、その時思ったのは、今だったら絶対100% 返すっていう自信があるんですね。でなんでこんなに10年間で大きな変化が起きたんだろう僕自身にっていうのを考えた時に、やっぱり2000年から一緒に働いてきた仲間たちと仕事における価値観っていうのをものすごく聞いてるっていうふうに感じました。もちろんですね、今日来ているですね妻にも感謝をしていてですね毎日指導ご指導いただきありがとうございます。感謝をしています。でただやっぱりですね、多くの時間を使っている、その働いている時の気持ち、どういう気持ちで働いているのかっていうのがものすごく効いてきてるなっていうのは実感としてあります。でこのことはですね、アブラハム・マズローという心理学者さんも述べられています。一人一人の仕事が一人一人のアイデンティティを形作っている、つまり仕事が人格になるということを言われています。で結局ですね、皆さんがどんなに素晴らしい道徳教育を受けていても、働く仕事がですねモラルを失ったものであれば、5年10年と働いていればですね、そういう状態になっていきます。なのでですね、結局その仕事の重さっていうのはものすごく人生においてあるよっていうのを自覚しないといけないというふうに気づきました。さらにですね、もう一つ気づいたことがこの時にあるんですね。それは何かと言いますと、実は仕事の在り方、働いている時の気持ちが個性を決めているのであれば、先ほどのその少年院の子供のようにですね、家族の性質も影響を与えているということが分かります。で家族は実はですね、社会を形成しています。そうすると仕事の在り方が社会そのものまで規定しているということが分かります。でですね、これ結構大きい話だなと思いました。私が気づいた時に思ったのはですね、最初に思ったのは、自分がエゴイスティックにですね、幸せに生きたい、幸せに生きればいい、だから役に立つ仕事をしたいって思ったんですけれども、そんなレベルの話じゃないと。実は働き方、働く時の気持ちが実は社会そのものを規定しているので、もっと根深くて重たい話だというふうに気づきました。で皆さん働かれる時は、働き始めた時、学生の方これから働き始められると思うんですけど、みんな夢と希望に燃えて働き始めます。でも現実はそんなに甘くないので、私自身もそうだったように売上や利益の目標を追って生きていくことになります。そうするといつの間にかですね、目標と目的がすり替わるんですね。売上が目的化していきます。で目的のためには手段を選びません。そうすると結局手段を選ばないということは、奪うことを厭わない仕事、
奪うことを厭わない仕事は奪うことを厭わない個性を作ります。奪い合う過程を作って奪い合う社会を作っていくことになります。大半の戦争はですね、資源の奪い合いによって発生しています。なのでこれは言い過ぎかもしれないんですけれども、実は社会の在り方を決めているその仕事の在り方が実は争いを起こすかどうかまで、そこまで影響を及ぼしているんじゃないかなというふうに思っています。で、最初に申し上げた証券会社さんの例なんですけれども、実はその方は全く悪気はないです。むしろものすごく一生懸命精一杯働かれています。なのでその全力で働かれていることに対して私は尊敬をしています。で、ただだからといって働くことに目をつぶってもいいかというと、そうではないというふうに考えます。我々はどういう気持ちで働かないといけないのか、働くのかというのを選択しなければいけません。皆さんは次世代にどういう社会を手渡したいですか？私はできれば次世代にですね、支え合う、貢献し合う安らいだ社会を手渡したいです。でも現実は甘くないです。私は言われるかもしれないですよね。またお前ご飯食べられなくなって同じこと言えんのかと、手段選ばないんじゃないの、言われるかもしれません。また一人自分で頑張ってみましたと、役に立つために頑張ってみたけど結局上司に殴られましたと、怒られただけでした。で、理不尽なことは社会にたくさんあります。なので簡単ではないのはよくわかります。ただどういう気持ちで働くのかっていうのは一人一人の心の問題なので、自分自身で決めることができます。誰にも縛られません。だから僕は希望を感じています。社会制度を変える必要もないし、絡み合った政治を変える必要もないし、何も変えなくてもいいんです。変えるのは自分自身だけ。世界中の一人一人がですね、全員が貢献志向の重要性を認識して、ただただ誰かの役に立つために働けば、必ず笑顔と感謝にあふれた社会が実現できると信じています。で、僕はですね、子どもたちには笑顔が必要だっていうふうに確信をしています。これはビビットで働く仲間の子どもたちです。で、彼らには笑顔が必要です。で、世界中見渡した時に次世代の笑顔を望まない人がいるとは僕は思えないんですね。なので貢献志向の仕事がどれだけ重要か、このアイデアが世界中に広がれば必ず世界はより良い場所に変わるというふうに確信をしています。私のお話は以上になります。誠にありがとうございました。Thank you.